皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。前の動画で生ゴミ処理法を構築する際に必要な基本的知識について解説しました。今回は工学的立場で私が作った効率的な生ゴミ処理法を説明します。生ゴミ処理でまず必要なものは処理する場所です。私は家の前の庭を利用しました。約 50cm 四方の地面を1区画とし3区画を確保しました。以下これらを区画1、2、3と呼ぶことにします。必要な道具は台所で生ゴミを入れる三角コーナーと庭で土を掘るスコップです。このスコップは生ゴミを土と混合するのにも使うので大きなものが良いですね。小さなものは進めません。作業に手間がかかる上に座って作業を行うことになるため、目の前で生ゴミを見ることになり不潔さや匂いを感じてしまいます。これらに加えて少しばかりの信念と労力が必要です。今もやっているのかどうか知りませんが、以前日本の自治体では市民が写真のような生ゴミをコンポスト化する容器を購入する際に費用の一部を補助していました。私はこの容器の使用を勧めません。容器の蓋を開けたとき、腐敗しかけの生ゴミを見なければいけませんし、必ず蛆が湧き、ハエが飛び回るため衛生的ではありません。強い信念を持つ人でない限り、この情景を見たら処理をやめてしまうことでしょう。結果として、この大きなプラスチック容器はゴミとなり、清掃工場で処理されることになります。清潔な処理の基本は、生ゴミをできるだけ乾燥させることです。これは生ゴミを濡らすと、生ゴミの表面に付着している微生物が酸素不足となり、嫌気的な発酵を起こしてしまうからです。まず、台所で調理の際に出る生ゴミを三角コーナーに入れます。三角コーナーは流しの中に置かないでください。写真のように流しの外に置いてください。これは食器を洗って水を流すたびに三角コーナーの底部が濡れ、生ゴミが常に湿った状態となり、発酵が起こって悪臭が発生するからです。流しの外に置いた三角コーナーからは時々汁が垂れるかもしれません。そこで刺身などを買った時に残るプラスチック容器をその下に敷きます。だいたい2日から3日ぐらいで三角コーナーは生ゴミでいっぱいになります。夏場は3日以上放置すると症状映えが発生し、悪臭も出始めます。よって夏場は2日おきに、その他の季節は3日おきに処理を行えばよいと思います。生ゴミでいっぱいになった三角コーナーを庭へ持っていきます。1回目は区画1にスコップで穴を掘ります。大きなスコップであれば1蹴り2蹴りで必要な大きさの穴を掘ることができます。そして生ゴミを投入し、その上に5センチくらいの厚みで土をかけて覆います。この時には混ぜる必要はありません。踏みつけないでください。あとは三角コーナーの汚れを落とし、この日の作業を終わります。埋める時に EM 菌が入った土をかけると、コンポスト化が初めから早くなりますが、必ずしもそうする必要はありません。EM 菌は生ゴミを処理した土の中に自然に増殖するさまざまな微生物の集合体のようなものです。EM とは有効微生物 Effective Microorganism の略です。ホームセンターに行けば500円くらいで売っています。しかし、ここで話す処理を繰り返すと、処理している土がいつの間にか EM 菌が入ったものと同じようになります。2回目です。
生ゴミでいっぱいになった三角コーナーを庭へ持っていきます。今度はスコップで区画2を掘り、生ゴミを投入して土で覆います。合わせて区画1の土をスコップで掘り返し、1回目に埋めた生ゴミを土と混合します。この時の生ゴミは匂いもせず乾燥して干からびているので不潔さを感じません。この日の作業はこれで終わりです。3回目です。同じように三角コーナーを庭へ持っていき、区画3に穴を掘り、生ゴミを投入して埋めます。合わせて区画1、2の土を掘り返し、生ゴミを土と混合します。この日の作業はこれで終わりです。4回目以降です。今度は区画1に穴を掘り、前と同じ作業を行います。また、他の区画を掘り返し、生ゴミを土と混合します。以後はこの作業を1区画から3区画まで順番に繰り返します。作業を繰り返すたびに土を掘り返すと、生ゴミの処理速度が速くなっていることを実感すると思います。土がある程度乾燥していればコンポスト化は順調に進みます。そして数回繰り返した後には土がサラサラになり、栄養分を含む黒っぽい色に変わってくると思います。雨が降った時には処理区画が濡れてしまいますが、気にする必要はありません。でもどうしても気になる人はカバーをかけてやれば良いでしょう。私は手間をかけたくなかったので、そのまま処理を続けました。これは約1ヶ月間生ゴミを処理した後の土を植栽の一部に巻き、しばらく経ってから撮影した時のプリペットの写真です。土を巻かなかったものと比べ、植栽の成長に明らかに違いがあります。スイカの皮のように大きなものは埋めるときスコップでついて砕きます。カニの殻も砕いて埋めれば1ヶ月後には姿がほとんど見えなくなります。貝殻も同じように処理できます。以上述べた処理法の利点をまとめると次のようになります。1、小さな面積の土地で家庭から出る量の生ゴミを確実に処理できます。2、匂いが気にならずウジも湧かないので不快感を持ちません。実のことを言うと1回だけウジが湧いたことがあります。それは30匹くらいのサンマをさばき、内臓をまとめて埋めた時です。ハエは全くいなかったのですが、数日後に掘り返したらウジが湧いていました。土の表面などに卵がついていたのかもしれません。ウジが湧くとはよく言ったものです。しかしこれは特別な場合であり、通常はこのようなことはありません。3、少ない労力で処理するため長続きします。4、コンポスト化の進行具合を実感できます。5、夏場は生ゴミに含まれているスイカ、メロン、キュウリなどの種から芽が出るので、これを育てる楽しみができます。写真は実際に処理中に現れた多分メロンの芽です。残念ながらすぐに秋がやってきて収穫することができませんでした。また、カニの殻が次第に消えていくのを見たときはとても勉強になりました。カニの殻はキチンと呼ばれる高分子からできています。これが消失するということは、キチンの結合を切断する酵素キチナーゼを持つ微生物が土の中にいることになります。また、コンポスト化の速度が遅くなると、何が原因なのだろうと考えたりして探求心が煽られます。これらはボケ防止にもなりますね。
ついでにもう一つ話しておきたいことがあります。台所に桶を置き、この中に生ゴミを入れて漬物床のようにして処理を行っている人のことを聞いたことがあります。これは絶対にやったらいけません。生ゴミを処理する場合、桶の中に放線菌、細菌、カビなど危険な微生物が発生します。その人は処理を早くしようとして時々素手で床をひっくり返していたようです。その結果、爪が微生物に侵され溶けてしまったとのことです。生ゴミ処理には化学反応が関わっています。危険なことと隣り合わせになっているので、作業の終わりには必ず石鹸で手を洗ってください。生ゴミは捨てればゴミ、処理すれば有用な資源になります。さあ皆さんもトライしてみてください。もしかしたら私よりももっと良い方法を作れるかもしれませんね。本日のお話はこれで終わりです。いつもご視聴いただきありがとうございます。わからなかったら遠慮なく質問してください。それでは次回の動画までごきげんよう。